はいどうも B 賞です、今日は新作ホットトイズで1989年に公開された映画バットマンバージョンのバットマンとバットモービルについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介します。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。カスタムの依頼については Twitter だったり Instagram の DM からメッセージをお願いします。はい、ということで今回1989年に公開されたマイケル・キートン版バットマンとバットモービルがホットトイズから登場しました。去年のサンデーゴコミコンなどで展示されていたので、なんとなくね発売されるというようなことは分かっていたと思うんですけど、先日公開されたフラッシュの予告編でマイケル・キートンのバットマンが登場することが確定したタイミングでね今回発表となりました。はい、それでは本題のフィギュア、まずはバットマンについて詳しく見ていきましょう。今回のフィギュアは通常版とデラックス版の2種類が発売されます。それぞれの違いは今回も台座にあって、通常版の方はロゴが大きく描かれた台座なのに対してデラックスバージョンでは廃墟と化した教会の屋根の一角を再現したようなジュラムベースが付属しています。柱にデザインされている悪魔のスタチューは回転が可能だったりとか取り外しが可能ということなので、ディスプレイの方法はねいろいろと楽しめそうかなというふうに思います。石材の質感だったりディティールっていうのもかなり詳しく再現されていそうですし、こういったポイントもねいいポイントなのかなというふうに思います。そしてフィギュア本体だったり武器類はね、通常版デラックス版ともに同じ内容となっているので、それぞれ詳しく見ていきましょう。まず第一印象として感じたのが、スーツや肌の質感がね素晴らしくリアルかなというふうに思いますね。口元の肌の質感を見ると肌の凹凸やシワの感じは本当に本物の肌のように見えますし、マスクだったりスーツ、ケープの質感もすごいリアルになってるかなというふうに思いましたね。プロトタイプなので特別リアルな造形になっている可能性はあるんですけど、基本的にはこのまま製品化進められると思いますし、発売後も同じような感じなら素晴らしいんじゃないかなというふうに思います。マスクヘッドについては首の構造上ね可動はしないと思うんですけど、その代わりといったらなんですけど、眼球可動だったりとか口元の交換パーツがあることによって、ある程度表情の変化をつけることは可能なようですね。で口元の交換パーツはこのフィギュアも3つ付属しているんですけど、そのうちの1つはバトルダメージペイントが施されています。真顔と口が少し開いた表情のものもねすごくクオリティ高いなと思うんですけど、ダメージペイントのヘッドもねさすがのクオリティだなというふうに思いますし、血のグラデーションとかもねとても綺麗な塗装が施されているかなと思います。そしてスーツ全体もシームレスなスーツになっているんですけど、バットマンの筋肉質なフォルムを強調するようなね、専用ボディを今回使用しているようです。なので見た目でもわかるように、特に上半身の筋肉質な造形というのがねとてもかっこいいですよね。ただちょっと思ったのが、僕の比較した画像が良くなかった可能性もあるんですけど、全体的にスーツやマスクの凹凸の主張が激しいというか、実写のスーツだと表面がもう少し滑らかに見えていたので、その違いが何なんだろうなというふうには思いましたね。あとはベルトだったり胸元のロゴがね明るい黄色のデザインっていうのもね今回このフィギュアの特徴かなと思います。僕が小さい頃にイメージしていたバットマンロゴといえばね、この黄色と黒のロゴが一番に思い浮かんでいた気がするので、映画自体をねリアルタイムで見ていたというようなことはないんですけど、ちょっと当時の記憶を思い出すようなデザインっていうのが少しね懐かしさを感じるというか、そういう風に思いましたね。そしてケープの形も今回特徴的なデザインなんですけど、完全に垂らすと胸元の正面以外を隠れるという風なデザインがねこのバットマンの特徴かなという風にも思います。で胸元あたりでケープを折ることによって体の正面をあらわにするような見た目にすることもできて、このシルエットねめちゃめちゃかっこいいなと思ったんですけど、闇に紛れる姿とかねいろいろな様子を再現できるのかなという風に思います。で縁には針金が入っていそうなので、風になびく様子とかね、ある程度は固定させることもできそうですし、この写真になるような手に持ってるステッキのような部品がありそうなので、完全にケープを開いて滑空する時の様子を再現することもできるようです。でケープの素材はよく見ると少しダメージがあるようなスウェードのような素材が使用されているように見えますね。完全に光沢感のあるような素材ではなくてマットな質感になっているというのがとてもかっこいいポイントかなと思います。で気になるポイントとしては、ホットトイズ全体的に、いつも言えることではあるんですけど、シームレスなスーツだったりケープの劣化っていうのはやはりね気になるポイントかなと思います。スーツに関しては今作ねシリコンだったりとか、ゴムのような素材が使われているかなと思うんですけど、経年劣化でひびが入ったりとか擦れ傷のような傷が目立ったりすると思いますし、ケープにはねもしかすると合皮も使われてそうな気もするので、すぐに傷むことはないにしても、劣化についてはね相変わらずの問題になるかなというふうに思います。でその他の物件の付属品については、グラップルガン、ランチャー付きガントレット、ロープ付きバタラン、忍者ホイール、スモークカプセルといったバットガジェットだったり、ホワイトヒールシューズ、バットモビルリモート、爆弾タイマー、パンチギアなどのアクセサリーが付属するようです。どれがどれなのかというふうにね名前を聞いてパッとわかるものもあれば、名前と物が結びつかないというようなものもあるんですけど、付属品はかなり多いですね。ザ・バットマンとかも付属品は多かったと思いますし、バットマンといえば、ギミックがあるスーツを着用していろいろな戦闘方法を駆使して戦うというようなスタイルなので、これだけの付属品が付いているというのもね楽しめるポイントになりそうです。それでは続いてバットモービルについて紹介していきます。でなんといってもこのバージョンのバットモービルについては見た目に全振りしたような、見
た目がすごい特徴的でかっこいいですよね。他のシリーズでもそれぞれ特徴的なバットモービルが登場しているんですけど、見た目のインパクトで言えばこのバットモービルがナンバーワンなんじゃないかなと思いますね。このデザインを見ても運転席からの視体はね、確実に悪いと思いますし、フロントも長くてかなり変わったデザインのバットモービルが、今回6分の1スケールとなって登場します。フィギュアと横に並べてる画像を見てもこの大きさなのでとてもでかいと思いますね。本当にでかすぎるんですけど、これ家にあったらね、コレクションとしても最高なんだろうなというふうに思います。で、気になる大きさは全長100センチ、横幅40センチ、高さ25センチということで、改めて数字を見てもすごい大きさですね。100センチというと、シングルベッドの横幅と同じくらいか、それよりも大きいくらいのサイズ感があると思うので、見てみたい気持ちはあるんですけど、家に置くとなるとね、相当のスペースが必要だろうなと思いますし、たまにダークナイト版のバットモービルとかツイッターとかでね、部屋に置いている方の写真を見るんですけど、大きすぎて床に置いてるだけの方もいるので、ちゃんとスペースを確保できない限りはきつい大きさになるかなというふうに思いますね。で、ギミックもかなりたくさんあって、ギミックとしてはスライド式のキャノピードア、ヘッドライト、テールライト、ジェットエンジン、LED ライトアップ機能付きのダッシュボード、回転ホイール、バットディスクランチャー、新ブレーカーなどのガジェット類が再現されているというようなことなので、本当に細かいところまでね、リアルなバットモービルになっているかなというふうに思いますし、いろいろなところを見てもね、本当にロマンの塊かなと思いますね。他にも台座という風な位置づけだと思うんですけど、バット警部内のシーンを再現できるような回転式のベースまで再現しているということなので、本当にすごいを通り越して感心するクオリティだなと思いますね。ガジェットが一切発動していないようなシンプルな見た目もかっこいいんですけど、マシンガンとかいろいろなギミックを発動させた状態も本当にたまらない見た目だなという風に思います。で、このバットモービルについては、この流線形のボディがね、とても美しくてどの角度も魅力的ではあるんですけど、運転席のダッシュボードも素晴らしいクオリティだと思いますし、その中でも特にかっこいいと思ったのはこの後ろからのアングルですね。両翼のデザインと、ジェットエンジンとかね、テールランプが輝く様子っていうのも、もはや芸術のような見た目というのが本当にかっこよくてたまらないなというふうに思います。で、注意点というか気にすべきポイントかなと思うのは、表面がね、闇に紛れるような暗くてマットなペイントが施されているんですけど、ここに一度ね傷がついてしまうとかなり目立つと思うので、絶対にそれだけはね避けなければならないかなというふうに思いますね。流線形の見た目で最低限のつなぎ目しかないような車体なので、ここに傷がつくとなるとかなり目立ってしまうんじゃないかなというふうにも思いました。大きさもかなりあるのでとても重いと思いますし、取り扱いにはしっかり注意しないと後々取り返しのつかないことになりかねないかなと思うので、注意する必要があると思います。はい、それでは続いて発売時期と価格について紹介します。スタジトイズでは発表の翌日くらいにはね情報出てたんですけど、編集が遅れているうちにねトイサピエンスの方でも予約開始されたので、今回はその2つの情報をもとに紹介していきます。国内サイトだったり海外サイトの情報については概要欄にもリンク載せておくので、そちらもぜひご覧ください。はい、ということでまずトイサピエンスでは通常版の価格が49,000円、予約価格だと 10% オフの44,100円となっていて、デラックス版は通常価格だと62,000円、予約価格だと55,800円となっています。そしてバットモービルは通常価格が13万円、予約価格だと11万7,000円となっていました。でも発売時期に関してはどれも2024年の7月頃の発売となっています。そしてスタジトイズではバットマンの通常価格が37,380円、デラックス版が46,830円となっていて、発売時期はどちらも2024年の9月頃となっています。そしてバットモービルについては98,280円となっていて、発売時期はこちらも2024年の9月頃となっています。で、発売時期についてはホットトイズ公式ページの記載を見てもね、2024年の第2クォーターから第3クォーター発売予定となっていたので、大体はこのくらいの時期になるかなという風な感じですね。発売時期についてはね、各サイトでばらつきがあると思うので参考程度の情報かなという風に思います。とりあえず買う時のポイントとしては、正規代理店のトイサピエンスを選ぶか値段のスタジトイズを選ぶかというのは差がと思うんですけど、僕はやはりね値段が安い方が嬉しいので、買うとしてもスタジトイズで買うかなという風に思いますね。もしくは2024年の発売を待って、海外サイトで買おうかなという風にも思ってます。さすがに次の再販となるといつになるかもわからないので、ここ最近コレクションを始めた人でね、このバットマンのファンの方とかはチャンスと思った方がいいのかなというふうにも思いますね。で、スタジトイズの予約についてなんですけれども、予約開始時の価格よりも半年とか1年経った後の価格が高くなることがあるんですよね。あとは発送に関しても先に予約をしている方から順に発送されるというようなことを聞いているので、どちらにしろ予約購入するというような方はね、なるべく早く予約した方がいいかなというふうに思います。はい、ということで今日は新作ホットトイズのマイケル・キートン版のバットマンとバットモービルについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。
過去一度は発売されているセットかなとは思うんですけど、フィギュアの値上がりは仕方ないとして今回アップデートされたフィギュアになっていると思いますし、ぜひね気になる方は予約してみてはいかがでしょうか。DC シリーズのフィギュアに関してはイナートで揃えることはね、神に誓ったんですけど、このバージョンのバットマンについては発売のラインナップには入っていなかったと思うので、これを機会にね買うのは全然ありかなというふうに思いますね。発売までは約1年から1年半あると思うんですけど、どのサイトでも予約順での発送になるかなというふうに思いますし、早めに予約するに越したことはないかなというふうに思います。さすがにフラッシュ版としてのねキートンバットマンが発売されてないことはないんじゃないかなと予想しているので、ぜひね概要欄から各サイトを覗いてみてください。ベインの時にも言ったんですけど、DC ワーナーがね今年100周年ということで、ホットトイズからは DC 関連の商品が数多く発表予定ということもあるので、このフィギュアが発売されるということはジャック・ニコルソン版のジョーカーとかね、再販もあるんじゃないかなというような気もするので、これを機会にねいろんなフィギュアの再販が発表されたら熱いんじゃないかなというふうにも思います。で、新作フィギュアに関する情報についてはね引き続き紹介していこうと思うので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということでこの動画参考になったらいいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。